でここで軽くこう煮てあげて、はい、こんにちは、シェフのハビブです。今厨房にいるので、これからまかない作っていこうと思うんですけど、今日は定番のアリオオリオペペロンチーノベースで、ちょっと季節も秋っていうことできのこのペペロンチーノを作っていきます。で今ちょうど仕事でこれ使うやつなんですけど、端数でこれカルドンチェッロって言って、ちょっとイタリアの高級きのこですね。これは日本のエリンギに似たような感じではあるんですけど、エリンギよりはもうちょっと上品で繊細なきのこです。なので皆さんやるときは全然エリンギで代用していただいて大丈夫です。これはちょっともう掃除した状態、軽くこう水で洗ってすぐ拭いた状態ですね。できのこはこう切る時に全部やらないでこう手でこう裂くとこういう風になるので、せっかくいいきのこなので半割り4分の1カットぐらいにしていきます。でニンニクは今日は潰したニンニクにしていくので、ちょっと国産のものを使っていきます。で今日2人前作っていくので、2かけ分、芯が中に入っているので半分にしてから潰します。できのこのペペロンチーノは結構きのこのだしのうまみとか香りがすごく大事なペペロンチーノになるので、僕は結構潰すやり方が多いですね。で潰したニンニクはフライパンに入れていきます。で2かけ分ですね。ニンニク入ったんでオリーブオイル2人前ですね。でこう傾けた時にこうニンニクが軽く出るぐらい、これぐらいの量です。でここにアリオオリオなので空振りや唐辛子して砕いて、こんな感じで、はい、これで OK です。でパスタ茹でるところに塩を入れていくんですけど、今日はですねちょっと茹で汁も入るようなパスタになってくるので、ちょうど 1% ぐらい入れていきます。でこういう粒の大きい塩を入れるときは少し何分か待たないと塩が溶けた状態にならないので、少し待ってから味見して麺を茹でていきます。で塩が溶けたので麺茹でていくんですけど、今日はちょっと僕の気分なんですけどキタッラでやっていきます。キタッラは断面が四角いパスタなので、ちょっと食べた時に食感が面白いというか、四角いのでなんかカクカクしたような食感がするので、きのこ系とか、ラグー系とかにキタッラよく使ったりします。でキタッラ10分ぐらいかかるので、最初にやってからソース作っていきます。ではオイルの方も加熱始めます。まずはちょっとある程度オリーブオイルのこの温度を上げてあげて、ニンニクがフツフツする状態に持っていきます。でちょっとフツフツしてきたら弱くします。で今この外側がやっぱり熱くなって温度が上がってるので、この中がちょっと低いんですよ。そしたらちょっとだけこう揺すってあげる。揺すってからこれまたキープ。ニンニクの香りを出してる間にイタリアンパセリを切ります。やっぱりどんなアリオオリオペペロンチーノを作るにしても、やっぱ板パセはたっぷり入った方が美味しいので、板パセがない場合は、パセリでやっても大丈夫ではあるんですけど、やっぱイタリアンパセリの方が葉が柔らかいのでたっぷり入れると美味しいですね。はい、そしたら今だいぶニンニクの香りが立ってきたので、色が気持ち乗ってきた状態、ここまでしたらもうニンニクに今火が入ってるので、ここできのこが入ります。でこのニンニクオイルをまずきのこになじませる、全体になじませます。で最初は今これ弱火なんですけど、じっくりとこのカルドンチェロに焼き色をつけてあげるっていう仕事ですね。でここでだいたいソースやるときに最初に塩を打っちゃうんですけど、塩するともう水分がどんどんきのこから出ちゃうので、まずは焼き色をつけて、
で最後に塩をするっていうことをすると焼き色もつくし、きのこの状態がいい状態ですね。でカルドンチェロに焼き色がついてきたので、ここで塩軽くで塩したらまたちょっと回してあげる。で茹で汁を入れます。でここで軽くこう煮てあげて、このカルドンチェロのうまみをこのソースに溶け込ましてあげるイメージで、ここで今ベースができたので一回味見をします。美味しいですね。で今とろ火でちょっと煮てる状態なんですけど、さらにうまみをちょっと鮎の魚醤を少量、本当にちょっとで、魚醤は、コラトゥーラとか使ってもいいんですけど、鮎の魚醤はですね結構量入れても塩味が柔らかいので大丈夫なんですけど、普通の魚醤入れる時は量すごい塩味強かったりするので気をつけてください。味見しながらですね。で今この鍋の中のフライパンの中のきのこの状態なんですけど、焼き色は軽くついててみずみずしい状態で、カルドンチェロって結構ジューシーなきのこなので、焼き目はつけるんですけど水分飛ばしすぎないっていうのがこのペペロンチーノの作り方ですね。これはシェフによってもきのこの水分をしっかりオーブンで飛ばしたやつを入れる方もいれば、こうやってジューシーにする方もいるので、本当に好みの作り方ですね。で大体10分ぐらいかかるんですけど、麺はこう 2,3 回混ぜてあげるとくっつかないでいい状態茹でられるので、たまに混ぜてあげます。はい、それでは麺が湯がったので合わせていきます。で合わせます。で麺はちょっと1分前ぐらいに気持ち固めに揚げたので、このソースの中で1分ぐらい吸わせてあげるイメージですね。でパセリ入ります。でこう傾けた時にこのとろっとしたソースがある状態ですね。はい、それではいい感じに絡んだので盛り付け入ります。カルドンチェロのペペロンチーノ完成です。では早速熱いうちにいただきます。うまっ最高ですよね。うまい。今日はちょっと珍しくキタラを使ってやったんですけど、やっぱりこういうちょっと食感があるパスタってイタリアとかも太麺でやることが多いんですけど、キタラも結構茹で時間かかるので食感がやっぱりあるんですよね。だからペペロンチーノとか、今日はキノコ入りましたけど、シンプルなパスタほどこういうなんか太麺使った方がパスタ食べてるっていうような感じになりますね。はい、ごちそうさまです。このカルドンチェロのペペロンチーノなんですけど、もちろんエリンギでやってもすごく美味しくできるので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。